どうも皆さんこんにちは。レッドです。さあ今回は前回の続きということでマフラーを作っていきます。現在が駅マニから触媒からサイレンサーまでね作っている状態なので、ここから先がありません。純正の場合マフラーの出口がここからぴょこって飛び出すんですけど、私は今回ここにマフラーを取り付けません。一体どこに出口を取り付けるんだろう。チクタクチクタクチクタク。もうみんな正解は分かったかな。正解はここ。いや前々から思っていたんですけど、ハイゼットのこのサイド部分がねスッカスカで物足りない。だからここにサイレンサーを取り付ける。そして今回取り付けていくマフラーがこちら。100ファイの40センチのマフラーをこのサイド部分に1本。これだけじゃないんです。さらにこちら100ファイの35センチです。これをこんな感じで2本取り付けていく予定です。これはめちゃくちゃかっこよくなりますよ。それでは後半のマフラー作りレッツスタート。前回の続きということで、今回はサイドマフラーをビシッとバシッと作っていきます。果たしてどのような仕上がりになるんでしょうか。そして今回はなぜ40センチと35センチを購入したのかというと、このタイヤのこの泥よけが斜めになっています。なので同じ長さのマフラーをタイヤ寄りに取り付けた場合、若干ね位置がずれてしまいます。それを防ぐために若干長さを変更した感じです。でこのままだと排気が直接そちら側に飛んでしまうので、ダンゴムシを作って横から排気が出るようにしていきます。そしてダンゴムシを作るにあたって材料を3種類用意しました。80ファイ、75ファイ、70ファイの3つです。サイレンサーが100ファイあって、どの太さが一番マッチングするのかイメージがつかないので、3種類でダンゴムシを作ってみます。そして今回はエッジホッパーがあるので作業効率がめちゃくちゃ上がります。オッケー。70ファイです。こんな感じで75ファイ、80ファイも作ってみます。ということで3種類完成しました。どれが一番マッチングするか仮合わせしてみます。一番太いやつです。ちょっと大きいな。続いて75ファイ。これ結構好きですね。75ファイ良さそうだな。そして70ファイ。これはね結構長めに作っちゃったので、ちょっと角度調整とか細かさが足りなかったので70ファイはないかな。75ファイが決定になりました。マフラー位置はだいたいここぐらいかな。これぐらいが良さそうかな。この位置にします。そしたらステーを車体側とマフラーに溶接していきます。
こんな感じにぶら下げることができました。そしたらパイプをつなげていきましょう。いろいろ作業を飛ばしましたが、マフラーのジョイントできました。そしたらここのパイプを作っていきます。そして今からこのパイプを溶接していくんですけど、この角度で取り付けてしまうと、こちら側メインで排気がいってしまいます。それを防ぎたいので、このような材質を内側に溶接して排気がね均等にいくようにしていきます。中に仕切りを取り付けたことによって排気の流れがこんな感じになります。これで均等に排気が出るはずです。あとはここからここまでをつなげていくだけです。はい、ということでワンオフマフラーの溶接が終わりました。器具溶接はそんな得意ではないんですけど、今回はうまくいってるんじゃないでしょうか。それではマフラーを組み込んでいきます。よし、ついた。完成です。いやー、マジ疲れた。さあ、そしたらエンジンをかけてみます。ではバルブを開けます。いい音。それではお楽しみの走行テストをやってみます。まずはバルブを閉めてる状態で走行していきます。純正の時よりかは若干低音が響くような感じの音がします。ちょっとボーって感じですね。そしたら次にバルブを開放した状態で走ってみます。音が大きくなって低音、重低音がね響くようになりました。
オンオフで音が全然違います。あとアクセルに対して速度がそんな出てない気がします。体感としてはシルビアの場合でこれが2000回転ぐらいだと思うんですけど、ハイ Z の今この音の状態で2500か3000回転ぐらい回ってる感じがあります。なのでアクセルを踏んでるんですけどスピードが出てない感覚、これがちょっと不思議な感じがします。今度は車検の時に測定をする方法で音量を測定していきます。マフラーの出口から50センチ、そして出口に対して45度のところに音量測定器を設置しました。そしてエンジンをかけてアクセルを最大出力の 75%5 秒間踏み続けて一気に離した時の最大音量値を測定していきます。そしてこのハイ Z はタコメーターがついていないので正しい測定がちょっと微妙になってしまうので、そこはご了承ください。続いてバルブを開けた時でいきます。これもねちょっと踏みすぎてしまった感じがありますね。なのでタコメーターをつけた時にまた再測定をしたいと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。サイドマフラー、一応今回のマフラーはタコメーターをつけてちゃんと測定をすれば車検音量は対応してるはずなので、近いうちにタコメーターを取り付けようかなと思っております。そして今回マフラー作りに使った材料なんですけど、 YouTuber のリバースサッキーさんから材料をほとんど買いました。マフラー出口のサイレンサーなんですけど、本来は40センチと30センチで販売をしているんですけど、今回はね35センチを作ってもらいました。問い合わせをすれば臨機応変に対応してくれると思うので、気になる方がいたらぜひお問い合わせをしてみてください。サッキーさん、今回は本当にありがとうございました。それではあなたのカーライフが楽しくなるようにレッツカーエンジョイ。毎週金曜日夜19時より動画の方を配信します。不定期で動画を配信することがあるので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、ブログをやっていて動画を配信するより先に最新情報が載ってることがあるので、気になる人がいましたらぜひチェックもよろしくお願いいたします。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。